彼女のような有名人を見たとき、すべてがうまくいってるんちゃうかと思われるかもしれませんね。可愛いし、ラブリーだし、輝いてる。きっと悩みなんて何にもないんだろうな。優雅な生活を送ってるに決まってるよ。そういう感じで思ってるかもしれませんね。でも実際人生っていうのは辛いもんだよね。みんなそれぞれ辛い経験をしてるんだよ。その笑顔の裏でどんな辛い思いをしているのか、あなたにはわからないのかもしれないね。毎日怖かったですよね。デビューしてから、情報出てから、今日家開けたら、知ってたらどうしようとかね、玄関入るまでがすごく怖くて、実家住まいで AV デビューをこっそりする人っていないので、だから、そこが恐怖でしたね。バレてからは、逆に出てこうっていう、出てく理由にもなったので、私の場合は逆に縁切りたかったんですけど、なかなか切れてくれなくて、私の場合は本当昔から親とうまく、私の中ではうまくいってなくて、家族の価値観が理解できなかったりとか、結構、押し付けられてるなってものもいっぱいあったので、そんな業界に入っちゃって、大丈夫かしらって私を心配するよりも自分たちの世間的気にする方だったので、だから余計にうまくいかなかったのかなと。それからもずっと連絡はあったりしますし、やっぱ娘を感動した親みたいな感じには移りたくないですよね。彼らも。娘さん最近どうしてるって答え聞かれた時に、幸せにやってるようなの演じれるように、一応ちょいちょい物を送ってきたり、手紙送ってきたりとかあるんですけど、でもこれはもう AV の見バレとは関係ないんですけど、昔からちょっと許せないこととかがあったりして、そこに対して全く無視してくるというか、聞いてくれなかったりしたので、結局は私のことを引き戻してくれようとしてるんですけども、自分たちのいいようにやっぱりレールに乗っけようとされちゃうので、これじゃちょっと私幸せになれないなってのがあって、さっき言った許せないっていうのは結構母が割と私が今まで性被害とか痴漢とかそういうのあった時の対応が良くなくて、それぐらいでっていう、それぐらい何言ってんのとか、私が若い頃はもっと痴漢日常的にされたけどみたいな感じ、ドヤ顔じゃないですけど、マウント、いわゆるマウント女子みたいな感じなんですよ、うちの母が。それは娘としてかばってほしいし、逆にかわいそうにと怖かったねとか言ってもらいたかったので、それが本当小学生の頃ぐらいからあったので、それが何回もいろいろあって、で、私実は初めて胸触られたのが兄だったんですけど、小学校5年の時にそれこそ。兄は中学校2年生で多分好奇心だったのかもしれないし、私が気づかないと思ったのかもしれないんですけど、くすぐる流れで胸を揉まれて、はい。で、それがずっと私の頭の中に、残ってて、で、AV 女優としてインタビューされた時に、やっぱり巨乳だと、人生で初めて揉まれたのいつですかって聞かれたんで、私嘘とかもつけないので、言ったら、それが記事とかにどっかに載ったのか、ウィキペディアに載ったか知らないんですけど、で、それで、親が大騒ぎして、で、まず第一声が嘘つきだったんですよ。嘘じゃないのに。で、兄が覚えてないのか嘘ついたのかわからないですけど、認めないじゃないですか、まず兄の言うことを信用して私を嘘つき呼ばわりされたのと、あと、多分話してるうちにすごい詳細なことを私が言うので、これ嘘じゃなくて本当に怒ったんだって多分気づいて、そしたらその途端に手のひら返して、あの程度のことで怒ってごめんねみたいな感じになって、そのふざけた程度のことで大騒ぎしてごめんなさいみたいな感じの、そんな大騒ぎすることじゃないよっていうふうに、私からしたら、たとえ兄であれ痴漢行為みたいなものなのに、その性被害をすごく何でもないことにしようとされたのが、すごく傷ついて、この人たちは私の味方ではないなっていうのがその時にすごく、それは多分気にする世間体があるっていうのは多分それなりにお仕事も頑張っててお金も稼いでて多分いい親ではあると思うんですよね、きっと。世間的に経済的にも。彼らからしたら、元 AV 女優の娘と普通に会社員やってる兄だったら、多分こっちを取るんだったらわかるんですけど、彼らからしたらそれがきっかけなのかもしれないですけど、私からしたらもうそれが最後のもうこれ以上
はい。それこそ、私の育て方が悪かったっていう一方で、実際にそういうことをクリニックで言われたって伝えたら、要は家庭が圧迫的だから、圧迫してるから、フラストレーション溜まってるんじゃないのみたいなことを先生に言われたってことを伝えたら、なんか私のせいだって言うのみたいな感じで、なんか、あれついこの間まで私の育て方悪かったって言ってたのにみたいな感じで、なんかすごく結構混乱してる部分はあるかな。自分のせいなのって責める一方で、そうじゃないって言ってもらいたいっていうのがあって、これは、なんか救ってあげることができないような状態だなと思いましたね。だから本当にその辺は AV 女優とは関係ないんですけども、積もり積もったものがあったので、そういえばあの時もお母さん別に私が変なおじさんに声かけられたけど、なんか馬鹿にされたなとか、なんかいろんなことを思い出して、あれ、なんかこういう親は今後も一緒にいたくないかもって思いましたね。だから、良かったのかなと思います。最終的には、それが分かって、